皆さんとは40年以上のお付き合いかな。まあこの道いうことになると60年以上かな。昔からお安かったです。昭和50年代から一番いいね。癖になるもんね。昔から出汁の効いたつゆと安さと本当に癖になる美味しさ。うどんは安いですね。毎日ぐらい来るよ。そうなんですか。早くてお手頃、美味しい。それどころ。自由が丘店の方が古い。自由が丘店の方が古くて、ここのお店は40年ぐらいです。多分20年ぐらいやって、こっちがメインで、向こうは妹さんの方でやっててみたいな感じですね。僕いとこなんですよ。父の妹の家族で、新しくできた方は親父とおじいちゃんとかいてみたいな感じで別れてみたいな感じですね。おはようございます。何人分ぐらいの麺を仕込むんですか。粉のキロだと、はい地麺が27キロとうどんが50キロぐらい、中華そばが75キロ、こなるね。大体それが平日の消費量。夏と冬でまた中華とこっちが変わってくるんだけど。
釣らんでも富士山までやった方がいいんだけど。もう何年ぐらい天ぷらのお店をやられてたんですか？市場で、45年ぐらいやったかな。稲屋さんにはね、お得意さんで毎日天ぷらを作って納めてたんだよね、ここへ。でそれが自分がだんだん年を取ってきて、お店が継続が大変だから、ならこの稲屋さんに納めるだけでやろうかいうことで自宅でやってたんだけど、それもだんだん年を取ってきて、この稲屋さんとは40年以上のお付き合いかな。だからおうどん屋さんだから天ぷらいうのはつきもんだからね、どうしてもお炊くのがいいからいうことで、父が覚えてやりますからいうことで教えてくれっていうことで始めたんですよ。でそれでここへ来て、今3ヶ月ぐらいやったけど、だいぶ揚げれるようになったんだけどね、そういうことです。わかりました。この道いうことになると60年以上かな。今82歳なんですよ。全然見えないですね。いい、そうなんです。私の技術を少しでもつないでいただいて継承していただければいいかなと思ってやってるんだけどね。運ばれるところを撮らせていただいたんで。そうだね、はい、そう言われてみればそうだな。40何年自由が丘さんもそうだったんだね。鶴屋という名前でやってたんだけど、油に粉を溶いて入れれば天ぷらになるんだけど、形をってやろうとするとシンプルがゆえに難しいよね。山田さんが作るそのかき揚げとか天ぷらってどういったことに気を使って作られたりとかされてるんですか？今はみんなフライヤーやなんかで揚げてるよね。そうするとどうしても酸化してくるから、たくさんの油だから、私ら覚えた時はみんなこういうお鍋だったんだけど、こういうお鍋で揚げてると、あっさりした天ぷらいうと面白い難しい表現の仕方なんだけど、口に残らないっていうのかな。あっさり喉に残らないよね。そういう天ぷらが一番を目指してるんだけどね。これはもうこの中に一升も入ってないから、帰る新しい油ばっかりをやってるから、食べていただくと分かるけど、なんとなく違うと思うんだけどね。かき揚げの具材って何が入ってるんですか？網エビと人参と玉ねぎと三つ葉と野菜が主だな。網エビはだしみたいなもんだな。昔から変わらずそう、この具材で高級なね、例えばエビでも皮むいてスッと揚げれば美味しいに決まってるもんね。そりゃそうじゃなくて、大衆な商品をいかに自分が考えて作って美味しく食べてもらえるようにするかっていうのがテーマは美味しさのそれが一番素材の味っていうのはすごく生きてると思うんだよね。でも揚げ物いうのはね、特に新鮮さ、揚げたてが美味しいからね。こんだけの厚さがあっても中まで火が通ってないとダメなんだよね。中が団子みたいになっちゃいかんのだよ。例えばエビ天でもスッと揚げてお塩をパッと振ってパッと食べた時に口の中入って衣の溶け具合っていうのかな。それが天ぷらの生命だね。エビが美味しいとかそうじゃなくて、やっぱり天ぷらだから衣上がり加減っていうのが生命だから、衣がなかったら唐揚げだけね。もうどんどん高級化されていって品物ばっかりがあれされるのに、いやそうじゃないんだよって。かき揚げの次は何を揚げられるんですか？今はかき揚げだけ。それはエビ天とかき揚げとでやってるよね。女房と娘たちもいますよ。女房も80過ぎだから、今は何もやってないけど、愛東県に行ったり、ボーリングに行ったり、私もゆうべはもうボーリングやってきたんですよ。そんなに上手でもないけど、でも180ぐらいは出るかな。今でもこんなに元気でやってれるかな。
良かったですね。稲谷さんが山田さんの技術を継承して。それ本当にね、自分たちが何十年もやってきたところをこれで終わりかなと思ったら、このお兄ちゃんたちが僕はやりたいって教えてくれるって言ってくれたから、これちょこっとでも覚えていただければ次につながれるかなと思ってね、期待はしてるんだけど、でもここも天ぷらがなきゃ商売にならんから、なんとかやるよね、嬉しいなと思ってるんだけど。10時から結構ポツポツ来始めて、その時まだ結構みんな準備してるんで、バードさんも準備しながらお客さん対応してみたいな感じで、早い時本当早いですけどね、もう10時半とかにもう30人40人ぐらい回ってくるみたいな時もありますね。ジャンボすごい、うどんっぽいというか。はい作ってる量も少ないですよ、ジャンボは。きしめんとかうどん、他のと比べたら出ないから、人気ないって言ったらありますけど、看板メニューだけど、そんなに数は出ないです。今までで一番来られた人の人数とかって分かります？回数とかでもいいんですけど。土曜日とかだと普通に1000人とか5000食とかで年末5000ってすごいっすね。休んでる暇ないですよね。休んでる暇ないです。休んでる暇ないです。人気のメニューって何かありますか？味噌系が多いんですけど、お客さん多いんでやっぱみんなそれぞれバラバラって感じですけど、中華そばとか味噌汁とか中華麺に天ぷらっていうのが結構おすすめです。意外となんかイメージないですよね、中華麺に天ぷら。はい。火曜日だけカードサイズ的にどんぶり溜まって、ああ、バタバタだったの。一番人気です。冬だともう圧倒的にこれですね。
お願いします。一つね。20秒ぐらいでできます。タイミングが良ければ。全部で7個でいきたいね。3個。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい。はい、いただきます。ランニングね。いつも向こうばっかりやけど、相方がおらん。ありがとうございました。すみませんでした。はい。中華柔らかめでお願いします。はい。
中華大。お願いします。中華大、味噌串大。お願いします。うん、かけそば、かけそば。出ますか？うん、かけそばだよ。あったかい方だよ。はい。少しあります。ざるきし大味噌きし2杯。薄力粉だけでいいんだけど、天ぷら粉を少し混ぜると微妙に違うんだよね。長い間付き合ってもらってご苦労様だったね。味噌うどんです。味噌きし大。一つ大。味噌鍋を3つで。3個。はい。味噌鍋を2つ。はい。はい、お願いします。はい。
ぱり。よくお二人は来られるんですか？月に3回ぐらい。もうね、40年ぐらい前。昭和50年代から。そう、稲谷さんのお好きなところってどういった部分ですか？まず味。味はいいね。昔からお安かったですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。牛丼の大盛りですね。はい、どうぞ。32杯。はい。うどん大。よく来られるんですか？最近知って月に2回ぐらいは家族で来ますね。家族で来ても回転早いんですぐ入れるんですよ。で、安い。うどんは安いです。ありがとうございます。はい、2杯で。味噌中華の天玉です。はい、ありがとうございます。
はい。ジャーリのきしめんを2つ。わかりません。お待たせしました。しょっちゅう来ます。昔から出汁の効いたつゆと安さと、僕は個人的にこの味噌が好きなんですけど、本当に癖になる美味しさ。実家が長久手で時間の近くなんで、実家に来るときは必ずここに、実家にいたときは週1ぐらいのペースで来てました。でもちょっとしたふるさとの味みたいな。そう、実家に来るイコールここに来るっていう。お願いします。はい。入れときます。きしめん味噌ちょうだい。味噌うどん2枚。味噌中、ざる中大。お待たせしました。味噌中華になります。はい、わかりました。いただきます。2杯とも飲むあるよ。毎日ぐらい来るよ。そうなんですか。早くてお手頃、美味しい。それどころ。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。ざるそばです。大体一緒。ありがとうございます。はい。
にしても7時間あるでね、7時間はかかることはないけど、それからこのさ、頑張ってあげるからね。